え、なにこれ、嘘でしょ。急に動かなくなったわ。どういうこと。うわ、マジか。はい、皆さんこんにちは。今日はこちらのハードオフで購入した PlayStation 3のドラゴンクエストヒーローズをプレイしていきません。はい、ということで今回はこちらのモンスターハンター版のゲームパッドをハードオフで500円で購入してきたんですが、ご覧の通り右側のアナログスティックが全く反応しないという悲しい状態でした。ということで今日は低融点ハンダというものを自分で自作して、それを使って修理をしてみたいと思います。それじゃあこの反応しなくなった右側のアナログスティックを交換する作業を行っていくんですが、実はこのスティック基板に直接ハンダ付けをしてあるので、まずは分解をして基板から取り外してやらなければいけないんですよね。これがまた大変なんですよ。はい、それではですね、いつも使っているこのハンダ吸い取り線と、このね、スッポンと呼ばれる柔らかくなったハンダを吸い取るものもいつもは使ってますが、正直のところ穴に詰まったハンダは綺麗に取れないんですよね。ということでこちらのタコパラボさんの YouTube チャンネルでそんな不満を解消してくれるという低融点ハンダを紹介されてましたので、 Amazon で低融点ハンダを作るのに必要なビスマスチップというのを 100g1000 円で購入しましたので、早速こちらを見ていきたいと思います。はい、これがですね、ただの鉄の塊といった感じなんですが、意外としっかりと梱包されてるんですよね。それじゃあね、早速中の方を見ていきたいと思います。思ったよりずっしりしますね。3つで 100g ということは1つあたり約 33g という感じになるんでしょうかね。そしてこのビスマスチップと普通のハンダを同量混ぜ合わせることで低融点ハンダの方が完成するそうなんですよね。ということで早速重さを測っていきたいと思います。あれ、意外と重たいぞ。お、123g。なんと 23g おまけしてもらえたようです。ありがとうございます。それではですね、初めてということもありますんで、まずはハンダの方を 10g だけ、使ってみたいと思います。はい、ということでぴったり 10g 取れました。次にビスマスチップも同量の 10g 取っていきたいと思います。これがですね、思ったより硬いんですよね。ニッパーでざっくり切っていきたいと思います。はい、ぴったり 10g になりました。ただこのサイズだとうまく溶けて、混ざり合わないので、さらに細かくしていきたいと思います。さすがに手が痛くなってきたので、今更ですが手袋はした方がいいです。今度はハンダの方も同じく細かく切っていきたいと思います。ハンダの方はね、まだ柔らかいのでまとめて切っていきたいと思います。やっぱ手袋してると全然違うわ。もう少し細かくした方が良かったかもしれませんが、まあ多分溶けるでしょう。それではハンダゴテの方を使ってビスマスチップとハンダを混ぜ合わせていきたいと思います。ちなみにですが、本来は受け皿の方にアルミホイルなどを貼ってひっつかないように対策しないといけないんですが、今回はステンレスの方を使ってますので、多分大丈夫だと思います。はい、無事溶けたようですね。これで完成です。まるで水のようにサラサラで、ちょっとスライムみたいですよね。それじゃあ今度はこれを使いやすい形に成形していきたいと思います。ということで悩みに悩んだ結果、こちらのうさぎとクマの抜き型を購入しました。多分ね、使いにくいと思います。間違いなく使いにくいだろうなと思います。だいたい普通はね、みんなまっすぐの棒を作るじゃないですか。そうなんですよ。やっぱりね、
このハンダ作業っていうのは慌てると失敗しやすいんですよね。ということで、このうさぎの形のハンダを置いておくことでリラックス効果が得られるんではないかと思いまして、ちょっとやってみたいと思います。次に使う受け皿はスチール製なのでアルミホイルを巻いていきたいと思います。はい、ということでこちらが型の方に流し込んだ状態になります。うまく型の方から外れるのかやってみたいと思います。それではピンセットの方で押して、思ったより簡単に取れました。取り外すとこんな感じです。思ったよりピカピカしてますよね。残念なことに材料不足で少し中途半端な形になっちゃいました。それじゃ続いてうさぎの方も取り出してみたいと思います。はい、こちらも簡単に取り出すことができました。さて出来上がった状態がこんな感じです。どうでしょうかね。リラックス効果が本当にあるんでしょうかね。それではですね、なんとか低融点ハンダの方もうまく完成したようなので、早速作業に取り掛かりたいと思います。はい、それでは準備の方が整いましたので、先ほど作ったこちらのくまさんの方の低融点ハンダを使って、やってみたいと思います。まずはね、しっかり基板の方に、フラックスの方を塗っていきたいと思います。それでは、ハンダの方をなじませていきます。ほんとね、サラサラと水のように溶けていきます。はい、これでですね、全体的になじませることができました。ちょっとハンダを使いすぎてしまったかもしれませんが、多分大丈夫でしょう。映像からだと分かりにくいかもしれませんが、上から押さえているだけでアナログスティックが自然に抜けていっているんですよね。ただ溶かすだけではストンと自然には落ちそうにないので、裏側から引っ張りながらやってみたいと思います。するとほら、あっさりと抜けてしまいました。すごいですね。やっぱりいつもだとこの倍以上の時間がかかるんですよね。しかもぬくめすぎてランドが剥がれてさらにひどい結果になったりするんですよね。これはありがたいです。では基板に残ったハンダをハンダ吸い取り線できれいにしていきたいと思います。やはりハンダを使いすぎたようで、ハンダ吸い取り線がみるみるなくなっていきます。それではハンダの除去がきれいに終わりましたので、無水エタノールを使ってフラックスも拭き取っていきたいと思います。これがね、意外と大変な作業なんですよ。はい、ということでね、きれいに拭き取ることができました。では新しいアナログスティックを取り付けていきます。こちらはね、別のプロコンから取り外したアナログスティックになります。多分ね、大丈夫だと思います。いろんなね、型番や種類がありますんでね、サイズや形などをよく確認して、購入することをお勧めします。はい、ではしっかりとフラックスの方を塗っていきます。ここまで来たら、あとは最後のハンダ付け作業に入ります。はい、終わりました。それでは組み立てて動作確認の方を行っていきます。それでは早速ドラゴンクエストヒーローズをプレイしていきます。やっぱりね、1ヶ月以上やってないと操作方法を忘れちゃいますね。お、しっかりと反応しているようです。はい、ぐるっと180度回転してみましたが、しっかり動作していますね。それでは低融点ハンダの作成とゲームパッドの修理も完了しましたので、これにて動画の方も終わりたいと思います。
最後までご視聴いただきありがとうございます。 YouTube の他に Instagram や TikTok、X などもやってますので、ぜひ気軽に絡んでやってください。では次回の動画もよろしくお願いいたします。